4年の時を経てついに公開された閃光のハサウェイ・キルケーの魔女。圧倒的な映像美と人物描写、そして没入感あふれる戦闘シーンといった映像体験に心躍った方も多いのではないでしょうか。重厚なヒューマンドラマも見どころで、特にハサウェイのキャリアや義義をめぐる関係は鬼気迫るものがありました。ただ小説を読んでいない初見の方では、誰がどこで何をしようとしているのか分かりにくい方も多いと思います。そこで今回は各勢力の相関とそれぞれが世界とどのように関わっているかについて解説させていただきます。ぜひ映画の理解に役立てたら嬉しいです。なお本動画は小説および映画のネタバレを含みますので、未読未視聴の方はご注意ください。マフティー。ハサウェイがリーダーを務める反地球連邦組織マフティ最大の目的は、オーストラリアにあるアデレードで行われる連邦閣僚会議を襲撃し、この会議で可決されそうになっている地球機関に関する特例法案を廃案に追い込むことです。この法案は、政府が認可したもの以外は、地球での居住を認めないという内容で、宇宙世紀王100以降の連邦政府の腐敗を象徴する法案と言えるでしょう。そもそも、宇宙世紀シリーズにおいて、人々が地球に住んでいる最大の理由は地球環境の保護にあります。西暦末期、人口が増えすぎたことで地球環境が悪化。これに対処するため、地球連邦政府は人類を強制的に宇宙へ移民させ始めました。しかし、ある程度人類を宇宙に上げた後、政府は宇宙移民を打ち切ります。これにより、政府高官を含め一部の支配階級や富裕層が地球に残り続けることになり、宇宙に移民させられた虐げられる者と地球にとどまり被服を肥やす者という対立構造が出来上がりました。そして地球機関に関する特例法案は、宇宙世紀における対立構造を生み出す要因となった既得権益層による地球の占領を加速させるものだったのです。またこの時代の連邦政府は世襲制の様相を呈していたため、本法案は差別政策的な側面もありました。ちなみに地球に残る特権階級だけではインフラは維持できないため、彼らの生活を支える名目で地球の居住を許可されている者たちもいます。そのため既得権益層が今よりも増えるということは、彼らの生活を支えるためにさらに多くの人類が地球へ戻ることを意味していました。これは宇宙世紀が始まった際のイデオロギーに反するもので、マフティーとしては見過ごせるものではありません。またマフティーには地球居住権を持たない、いわゆる不法居住者と呼ばれる者たちも多く参加しています。例えばハサウェイの恋人であるケリアやミヘッシャは居住権を持たない不法居住者です。彼女たちからすれば、地球機関に関する特例法案は自分たちの生活を脅かす法案と言えるでしょう。そのため作中でマフティーは地球機関に関する特例法案の可決を阻止するべく、アデレート襲撃を目的として行動しているのです。キルケーの魔女で描かれているのは、基本的にこのアデレート襲撃のための前準備となります。まず序盤でオエンベリに向かったのは、連邦軍キンバレー部隊の動向を確認するため。そして作中中盤ではバイノーハーバーという入り江に立ち寄っていますが、これはアデレートへ向かう前の補給。ちなみに作中でキャリアとジュリアが共に行動していたのは、このバイノーハーバーで支援部隊と接触し、補給物資の受け入れ体制を作るためでした。その後モビルスーツ部隊と支援船バリアントは別行動をとり、モビルスーツはスリーマンセル4隊でエアーズロック付近にあるヘソポイントと呼ばれる中継地点へ。バリアントは南下し、オーストラリアから後退する際に部隊の支援を行う予定でした。しかしバリアントは南下中にレーン隊に見つかってしまい撃沈されています。さらに分かれたモビルスーツ部隊のうち1チームがキルケー部隊の攻撃を受け、ハーラとロッドのメッサーが撃墜されました。こうして第2部でマフティーは多くの戦力を失っており、かなり苦しい状況に追い込まれているのです。偽マフティー。こちらはマフティーを語った施設軍隊です。彼らは第1部でハイジャックをした偽マフティーの仲間で、マフティーと同じ反地球連邦運動のために活動しています。ただマフティーとは全く関係のない組織で、マフティーの一軍を自称しているだけの存在です。しかしその組織力は侮れず、作中では
オーストラリアの北部にある町オエンベリに数万単位の人員が集結していました。それを束ねていたのがファビオ・リベラです。ファビオはオエンベリに抵抗戦線を敷き、不法居住者を中心にした陸軍の結成を目論んでいました。さらに連邦から物資の横流しを利用して空軍の編成も企んでいたようです。ただマフティの黒幕であるクワックサルバーとの連絡方法が分からず、資金もなくアデレートまで陸軍を移動させる足が用意できなかったため、資金調達のためにハサウェイたちが乗っていたハウンゼンを襲撃しました。ちなみにマフティを語った理由は、マフティの動きを目くらましに使うという意図があったのですが、結果としてキンバレー部隊に目をつけられることになります。キンバレー部隊はもともとマフティ総統を目的として結成された部隊ですが、なかなか結果が出せなかったため、アデレート会議前にキンバレーを解任し、新司令としてケネスを就任させることが決定しました。そこでキンバレーは保身のため、新司令着任前に少しでも実績を上げようと画策し、目をつけたのがマフティを語ったファビオたち施設軍隊だったのです。そして第1部の頃からキンバレーはマフティ総統のためオエンベリへ赴いていたのですが、ケネス赴任前に決着をつけることができませんでした。そして焦ったキンバレーはオエンベリ軍の鎮圧を急ぎ、モビルスーツで市民を握りつぶす等の非道な手段も取るようになります。ハサウェイたちがオエンベリに到着したのはまさにこの虐殺が行われた後です。しかしこの惨状がオエンベリ軍側に記録された後、宇宙へと持ち出され、独立系メディア SPTV で配信されました。映画冒頭のカメラを回しているシーンはこのキンバレー部隊による虐殺を記録したものです。こうして連邦の非道さを宇宙に知らしめることには成功したものの、ファビオたちの行動がマフティの計画を狂わせていることは間違いなく、オエンベリで相入れることはありませんでした。しかしその後、ファビオたちはマフティの活発な動きを見て改めて協力を申し出るためバイノーハーバーで合流。その際、ハサウェイはファビオたちにダーウィン空港への攻撃を要請しました。これは連邦の閣僚会議がコアン町で行われるという偽装工作にマフティが引っかかったと見せかけ、マフティが動きやすくするための時間稼ぎでした。作中ではギニがこの空港は嫌、降りたくないと叫び、輸送機の着陸を拒否するシーンがありますが、それがダーウィン空港です。ファビオの仲間メイホウたちの襲撃は成功し、2機のビッグキャリアを破壊することに成功しています。連邦軍、基本的にケネス・スレッグをはじめとした連邦軍はアデレート会議防衛に向けて行動しています。そのため防備を強化するだけでなく、通信網を使ってマフティを撹乱させようとしていました。具体的には会議がアデレートから中国南部のコアン町に変更されたと連絡し、それをマフティ側に傍受させることで偽の海上に襲撃させようとしていたのです。これにオエンベリ軍は引っかかり、ダーウィン付近で足を確保するために潜伏しています。ただ実際はマフティにこの偽装工作はバレていた上に、ギニから今度のデートがアデレートでというメッセージをもらったことで、会議はアデレートから変更ないと確信していました。ちなみに連邦軍が襲撃される可能性が高いと分かっていて、アデレートでの会議にこだわるのは閣僚たちの小市民的な感覚が影響しているとされています。上層部はキル系部隊とマンハンターを使ってマフティを潰す気でいました。その前進基地とするのは今後の連邦政府の出途にぴったりなアデレートがふさわしいと考えたようです。なお作中でケネス率いる部隊の動き出しが遅いのは、こうした撹乱工作や第1部で中破したペーネロペーの修理に手間取ったことが大きいとされています。またケネスは刑事警察機構長官のハンドリー・ヨクさんの要請を受けたことで、マンハンターを指揮してダバオにおける不法居住者の摘発を行う必要もありました。そのため作中序盤ではケネスがヨクさんと会合し、マンハンターへの協力を要請していました。このように連邦軍は戦闘は少ないものの、裏では緻密な情報戦が行われていました。ただ中盤以降、ギニがケネスの元に戻ってきてからは預言者に近い力を発揮したことでマフティに対して有利に立っています。しかし終盤ではケネスはギニの予言を信じ、
消息不明のキンバレーがエアーズロックにいると判断して部隊を送りますが、結果としてモビルスーツ2機を失い、ギニをマフティー側に渡すことになってしまいました。ちなみにケネスが作中でメイスやギニといった女性を連れていて、隊員に面白おかしくいじられど反発されなかったのは、多忙を極めながらも的確な采配をする姿が認められていたことが大きいようです。またギニ自身がその洞察力でキル系部隊に戦果をもたらしたことも相まって、彼の言を担ぐ姿勢も好意的に受け止められていました。ただその姿勢にベインエイムは強く反発していたため、観光地にマフティーがいるわけないだろうという名言も生まれています。マンハンター。そんな連邦とともに第2部で猛威を振るうのがハンドリー・ヨクさん率いるマンハンターです。マンハンターは居住許可証を持たず地球に不法滞在する人々を摘発し、宇宙へ送還する役割を担っています。ただ情報の角度が低いためか、時には居住権を有する者も強制的に移民させられるようです。またマンハンターは人狩りと揶揄されており、やり方が非常に過激で年に数十万人の犠牲者を出していました。そして地球機関に関する特例法案には、閣僚の要請があれば正規の居住許可証を持っている人々からも土地を取り上げ強制的に移民させることを可能とする条項が含まれています。そのため本法案は既得権益による地球占領をマンハンターによる人狩りで後押しする法案でもあるのです。ちなみにマンハンターが幅を利かせているのは、宇宙世紀0093のシャアの反乱以降、連邦軍の規模が縮小し、以前のような力を失ったことで、相対的に刑事警察機構の権力が肥大化したことが大きいとされています。そのため軍にも劣らない権力を持っており、作中でもヨクさんはケネスに対してマンハンターと協力してダバオの不法居住者を摘発するよう要請していました。また閣僚からも重宝されているようで、作中ではマクガバン大臣からオエンベリでの虐殺に関する報道をもみ消すよう指示されています。さらにアデレート防衛を確実なものにするため、会議室でタバコを思いっきりふかしていた参謀次官ブラッドレーベに対して、キル系部隊の援軍として実戦経験豊富なブライトノア率いる独立第13部隊の派遣を進言していました。ただそうした権力を盾にした横暴なやり方を嫌う者もおり、ケネスはヨクさんから協力を依頼された後、怒りをあらわにしています。なおマンハンターはその横暴なやり方から市民から激しい反発を受けており、マフティーにマンハンターを叩いてほしいという声まで出ています。ただマンハンターの活動理念は人類の宇宙移民というマフティーの活動目的と一致する部分もあるため、マフティーからするとマンハンターへの嫌悪感がある一方、思想は一致しているというズレはハサウェイを悩ませるための一つとなっています。ギニ。それぞれの思惑を持ちながら動く各勢力をかき乱すのがギニです。ギニはもともと自身のパトロンであるカーディアス・バウンデンウッデン伯爵が買った香港の別邸に赴き、生活の準備をするつもりでした。しかしハサウェイとケネスの出会いにより、彼らの間にいることに刺激を覚えるようになります。そこで彼らの行く末を見届けられるよう予定を繰り上げ、早々に香港へ向かい、伯爵との暮らしの準備を進めていきました。そしてハサウェイと再び会うために、ケネスからもらった情報を頼りに彼がいるとされる植物観察官省庁へ電話をかけ、会議の開催場所がアデレートから変更ないというメッセージを残します。これによりマフティーは誤情報に惑わされることなく、アデレート襲撃へ向けて動くことができました。その後ニュースでは、アデレートをめぐる確かな情報は得られないと感じたギニは、ハサウェイとケネスの行く末を近くで見届けるため、伯爵の元から離れることを選びます。そしてケネスの元へ戻ったギニは、持ち前の洞察力でキル系部隊に戦果をもたらすだけでなく、ダーウィン空港襲撃からケネスたちを救いました。このようにマフティーに会議の場所を伝えて、ケネスたちの撹乱工作を妨害したと思ったら、その洞察力でマフティーによる奇襲攻撃からキル系部隊を救い、ひたすらに場をかき乱す魔女のような存在として立ち回っています。そして作中終盤、アリススプリングスに立ち寄った際、ギニはプールに浸かりながら、自分が本当に好きなのはハサウェイと結論付け、彼の元へ行くためにケネスへエアーズロックへの観光を申し出ます。ちなみに
ハサウェイが好きなのにもかかわらず、先にケネスの元へ戻ってきたのは、ギギに年長者に身をもたれかかりたいという欲望があったからのようで、小説でも映画でもギギがファザコンなんだとつぶやくシーンがありますが、これは自身の欲望を自覚するシーンとなっています。ちなみに原作小説では、アリススプリングスで入浴するギギが足のつま先がどちらが先に浮かぶかで、ハサウェイのところへ行くかケネスのところにとどまるか決めていますが、映画では同様の描写があるものの、爪の浮かび方でどちらか決めているというよりも、自分の意思で決断しているようにも見えるようになっていました。こうしてケネスから離れたギギはエアーズロックでハサウェイに回収されることになります。このように自分の心の行くままに動くギギですが、彼女が場をかき乱した結果、ハサウェイは誤情報に惑わされず、ケネスのダーウィン空港で命を落とさずに済んだので、二人にとっての幸運の女神と言える存在になっています。ということで以上、各勢力と世界との関わりについてでした。どの陣営がどういった立ち位置で何を目的としているかを把握すると、映画内での各キャラの感情が分かりやすいと思うので、ぜひ参考になれば嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。